つるくんです。今回ご紹介するキットはでかいですよ画面にも入りきれないぐらいにでかいキットなんですよ。このキットは2体プラス1ということで3体のキットが入っている、特装版になるのかな。そんな感じのキットになります。字を見ていただければ分かりますが、相変わらずの中華キットとなります。この絵を見てもらえば分かる通りですね。おそらくクマでさね、クマをちょっとメカっぽくしたキットという形になっています。実はこのキットですね、このクマちゃんだけじゃなくてですね、もう一体ですね、同じくメカの動物が入っています。それがこちらのサインをメカにしたキットの方になっています。ちょっとでかくてやりづらいんで、早速開封していきたいと思います。一つ目のキットがこちらのクマをかたどったキットになっています。横を見るとこんな感じですね。このキットの方はこちらのクマの方が入っていて、もう一体サイの方が入ってるという感じですね。あと女の子のフィギュアも入ってるんだと思います。裏は何もなくて、これがこのキットの内容になりますね。女の子のフィギュアとクマのロボットという感じですね。これ日本語書いてあんな。ということで、こっちがクマのキットで、箱が横向きになってて分かりづらいと思うんですが、こんな感じでサイですね。目があって角があってという形のキットになっていますね。で、横の方にキット内容が書いてあって、サイと女の子ですね。いろいろ武器を装備できるような感じになってるみたいですね。ではここに開けていきたいと思います。ではまずこちらのクマの方ですね。こちらの方を開けていきたいと思います。こちらをカット。こちらもカットと。それではオープン。まずはマニュアルの方ですね。分厚い結構厚めのマニュアルですね。それからデカール関係が結構入ってますね。あとは LED 電飾がおそらくできるので、電池と LED のユニットが入ってますね。あとはカード。部品がまたすごいな。こちら女の子の顔が5種類入ってますね。こちらは目が入ってない顔のパーツですね。これも5種類入ってます。この本体がピンク色なんで、この結構毒々しいピンク色の部品が山ほど入ってますね。あとはメカっぽい部分はちょっと抑えた色調になってますね。ピンクの方も何種類か色分けがしてあるみたいですね。これシルバーのメッキパーツなんかも入ってますね。いや、もうすごい量だわ。赤っぽいクリアパーツが入ってますね。このグレーっぽいのがおそらく内部フレームですね。内部フレームと、これなんかもう武器ですよね。あとホワイトのパーツが何種類か入っていて、もう溢れちゃうそうな積み上がるですよ部品が。だいたいこんな感じかな。あとイエローのクリアパーツなんかも入ってますね。ご覧の通りですね、ものすごい量のパーツが入っています。こちらがクマ型のキットで、もう一つサイ型のキットがあるんですが、両方いっぺんに作るわけにもいかないので、今回はまずクマ型のキットの方を作っていきたいと思います。では早速作っていきます。
こちらがマニュアルの方になります。最初に半ページぐらいの漫画が書いてあるんですが、あんまり意味はわからんなという感じですね。このキャラクターの名前がおそらくタイだって書いてあるのかな。スロースって書いてあって、要は怠け者っていう感じの名前なんですね。ちょっとした解説が載っていて、世の中のほとんどのことに興味がなくって書いてあるから、名前の由来になってるような性格をしているようですね。でこちらのクマの方はですね、具体的な名前が書いてないんですが、表紙におそらく罪って書いてあるんで、それが名前なのかな。そんな感じの、こちらが機械生命体というふうに書いてありますね。ちなみに中国語と日本語とですね、併記されていたりします。この背中にヘビーキャノンを装備していると書いてありますね。こちらのキャラクターの方はですね、いろんな表情のパーツがついているよと。クマの方も目の形状をパーツの差し替えで表現しているというふうになっていますね。で実際の組み立ての図の方はですね、2色刷り程度ですかね。黒と赤といった感じになっています。あとはデカールを貼る位置ですね。そういったガイドが載っています。デカールの数はかなり多いという感じになってますね。だいたいマニュアルの方はこんな感じになっています。こちらがキットに付属の女の子のキャラクターになります。マニュアルにも出ていましたが、名前の方はスロースちゃんと言ったらいいのかな。スロースという名前のキャラクターですね。少しおっとり型の女の子という感じなんだと思います。基本的には日本で出ているこういった少女系のキットと同様の感じになっていますね。少し動物を模したような尻尾がついてたりとかですね、そんな形のキャラクターになっています。で可動についてもですね、だいたいこの手のキットと同様の可動範囲を確保しています。顔の表情パーツについてはこちらを含めてですね、5種類の表情パーツが付属しています。でさらにですね、こちらに表情のないパーツですね、こちらが5つ付属していましたので、先ほどのこちらの表情パーツの方ですね、こちらの方をつければさらに5種類の表情を追加することができます。で特徴としてはですね、結構細かい色分けがされていて、各箇所にこういった黄色いクリアパーツですね、こういったものが使用されています。あと色分けの方もピンクと白を基調にしてですね、細かいパーツ分けによって色分けがされています。後ろはこんな感じで、少しグレー系が入ってきてますね。それからお尻の尻尾みたいのがついてたりします。足の裏なんかもちゃんとクリアパーツが使用されていたりします。なかなかにですね、パーツ分けの細かい非常に凝ったキットになっています。それから付属品としてですね、こちらのクマのぬいぐるみですね。これはこれで手が動いたりとかですね、足が動いたり頭が動いたりと、結構可動箇所の多いぬいぐるみになってるんですが、なおかつ肉球をですね、パーツ分けによって変えていたりとかですね、足の裏なんかもパーツ分けが細かくできています。でこれをですね、この背中のポッチにですね固定することができると。背中にこのクマのぬいぐるみを背負ってるというのがこの子のデフォルトの姿になるという感じですね。さらにこちらの手首の方にですね、付け替えが可能になっています。こちらの手首の方もですね、かなり細かいパーツ分けがされていて、それに伴って色分けがですね、かなり細かくされているという手首になっています。あと足首もですね、動物の足っぽい足首と交換ができるようになっています。こちらの方もちゃんと稼働するようになっています。またパーツ分けによって細かい色分けがされています。ちゃんと足の裏の肉球なんかも再現されています。こちらの方もですね、なかなかによくできた足になってます。これをですね、腕の肘の方から外して、こっちの腕の方を差し込むと。それから膝の方のパーツを外して、
足の方を差し込むと、このような形で肘から手首、膝から足首ですね、このパーツを差し替えることが可能になっています。こちらのキャラクターの方、見た目以上に細かいパーツ分けがされていて、なかなかによくできたキットになっていると思います。それではクマのプラモデルの方をご紹介します。クマのプラモデルの方なんですが、基本的にはこういうフレームの上にですね、表面のアーマーをつけていくという感じになっています。一部こういった頭頂とかですね、このサイドの部分、こういったところは最初から銀メッキのパーツになっています。あと目のところはクリアパーツになっていて、ギミックとして光るというところがあります。基本的にはこの外装のピンをですね、本体の穴に差し込んで留めていくという形になります。で結構ですね、このピンの方がですね、硬かったりするので、やっぱり多少の削り作業は出てくると思います。こういった方の部品とかは、かなり削り込んでですね、はめていったというところがあります。なかなかね、このはまりづらいというのが随所に見られて、結構組むのに苦労するというところはありますね。この鼻の部分は白いパーツになっています。よいしょと。ここもちょっとね、きつめの部分ではありますね。それから目の部分、このパーツは後で差し替えてですね、目の表情を変えることが可能になっています。最後に頭の部分ですね。この裏側がこんな感じで少し稼働するようになってますね。あと口がこうパカパカ開くようにはなってますね。耳の方は残念ながらこう稼働はしないんですが、これはこれで結構色分けが細かくされていて、中にですねクリアパーツが入っていたりします。耳がね、もう少しこうピコピコっと稼働するとね、なかなか可愛さが出ると思うんですけどね。こんな感じで頭部の方ができています。続いて本体の方ですね。こちらが胸の部分のパーツになります。前面、横面、背面という感じになってますね。で、これが首の部分という形になっています。首の部分は前後動が可能になっていますね。それから肩の部分ですね。こちらがですね、この肩の部分が後ろのパーツと連動していて、肩のパーツを前に出すことによってですね、少しここが動くような形になっています。上から見るとわかるんですが、そこまでですね、可動範囲が広いというわけではないですね。それからギミックとしての胸の開閉ですね。この中のロケット弾かなが見えるようになっています。これが左右開閉するようになっています。結構ね、開閉の範囲は広いですね。続いてお腹の部分ですね。これは特に可動部分はなくてですね、中間のパーツという感じになっています。それから腰回りの部分ですね。ちゃんと全部のアーマーが稼働して、サイドのアーマーも稼働して、お尻もお尻のこの玉々もですね、動くという感じになってますね。あと股間の軸ですね。これに関しては前後動をするようにですね、なっています。で、この胴体部品をですね、重ねていくと、それからこの胸部分ですね。ここは球体関節になってますので、下の穴にはめると、これだけでですね、かなりのボリューム感があります。続いて肩パーツの方ですね。肩の根元の関節部分、上腕、前腕という感じですね。見ればわかる通りですね、二重関節にはなっていないので、90度弱といったところですかね。80度ぐらいまでしかちょっと曲げることはできません。
肩の根元のパーツとジョイントパーツを介してですね、肩アーマーは独立して動くようになっています。で、手首の方ですね。こちら手首の根元の方がですね、細かく動くようになっていて、この前腕の穴の方に差し込むという感じになっています。前腕のこの部分に回転軸があったりします。また手首の方がですね、前後左右にも動きますね。で、手首の方がですね、非常に凝った部品になっていて、この指がですねこの指が一個一個ね動くんですよ。ここら辺のこだわりがねなかなかすごいのと、肉球部分については全部パーツ分けがされていて、かなり凹凸感が出ていい感じになってますね。この前腕のアーマーはですね、取り外しが可能になっています。このアーマー部分が動いて、これやっぱりミサイルなんですかね、こういったものが見えるようになっています。それから足のパーツですね。前がこんな感じ、太ももとふくらはぎと、後ろはこんな感じで、この部分を開けるとスラスターがですね出てくるようなギミックになってます。で、この膝の関節もですね、二重関節ではなく一重なので、可動範囲としてはかなり限られてしまいます。ただしですね、太ももの前面とこの膝の部分ですね、こういったパーツが連動して動くようになっています。それから足首の方ですね。足首の方はこの部分に関節があって、つま先部分が少しこう独自に稼働するようになっています。また非常に足の裏が凝っていて、クリアパーツがあって、肉球部分が別のパーツになっているというですね、なかなか凝った足の裏になっています。で、これをですね、こんな形で足首を足の方にはめます。前後動とかですね、左右への可動が可能になっています。これで大まかな本体のパーツが、揃ったという形になります。では合体の方をですねしていきたいと思います。本体の方に足をつけます。ここら辺ね見るとわかるんですけどね、ちょっと発火してきてますよね。やっぱね、大きさがきついんですかね。やっぱ軸がねちょっと太めなんでしょうね。こっちはねそこまで発火してないんですけどね、やっぱこう少し部品の精度の差が出てくるんですかね。で、肩のパーツですね。なかなかね胴体がでかくてですね、はめるのがちょっと手こずる感じかな。で、頭の方ですね。頭がずれるな。これでくまちゃんの本体の方が完成という感じですね。なかなかでかくて迫力のあるキットになっています。武器としてはこちらのヘビーキャノンの方ですね。これもですね結構色分けが細かくて、少しこうお尻を回すとね先っちょが伸びるという若干のギミックがついています。これをですね背中のバックパックにはめます。何分このキャノンもですね非常にでかいんですよね。これをですねこの背中の穴ですね、こちらの方にはめていきます。こんな感じでヘビーキャノンを背負った本体という感じになります。で、最後にですね、こちらがライフルなのかな、もう一つ武器が付属しています。こちらの方もクリアパーツとかですね、シルバーのメッキパーツを使って、それなりに細かくできています。こちらの銃専用の手首ですね、この部分がへこんだ手首というのが
付属していて、銃をこう握るような感じですね。こんな形で、接続することが可能になっています。フィギュアに比べるとですね、いかにでかいかというのがわかると思います。ちょうどね、腕1本分ぐらいしかないですね、フィギュアの大きさが。部品数の数が多くてですね、かなり作りがいのあるキットになってますので、完成すればですね、かなりこう満足感のあるキットとなっていますので、そうですね、組むのが好きなプラモデルを組むのが好きな人はですね、是非チャレンジしてみてはと思います。また今回の動画では汚し塗装やデカールの貼り付けはしていませんので、そういったグレードアップをしてですね、より完成に近づけていくという形になりますかね。では今回の動画は以上となりますので、また次回の動画でお会いいたしましょう。All this time, I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought